はい、皆さんこんにちは。石野花宝です。草書クイズ第2弾ということで、それぞれ何という字でしょうっていう風にクイズを出させていただいたんですけど、皆さんこれご覧になられましたかね？問題にした文字を書いてみたいと思います。問題を出したものを私自身が書きたいと思います。この文字とこの文字、今左右の2文字に絞ってみたんですけど、皆さんこの文字何の文字か分かりましたか？草書体なんです。どちらも17条の中から選んできてます。これ分かる方いたら1分待ちますので、ぜひ書いてみてください。はい、素晴らしいです。中ですね。下ですよね。これ中です。大正解。じゃあ上の文字は？これ分かったらすごいですよ。草書体だからがっつり点画減ってるので、同じ中だと思った方がほとんどかもしれないですね。実はこれは聞くっていう字です。今読めなくても安心してください。今これ中と聞く判別できなかった方も講義の最後では、あ、やっぱそういうことかみたいな、こう中と聞く全然違うよねって思えるようになってるはずです。じゃあ先ほどシェアさせていただいた抜粋した法条ですね。全部17条の中から持ってきてるんですけど、4文字ずつぐらいで資料を12枚ご用意させていただいていますので、こちらで解説を進めていきたいと思います。皆さんもぜひ一緒に書いてみてください。12枚中1枚はもう答えが書いてあります。まずここからやっていきますね。最初は行人弁と人弁の崩し方です。行人弁と人弁はどちらもただの一本線、これだけで成立します。行人弁と人弁は特に区別することなく、どちらも一本線で処理するっていうのが草書のやり方なんですね。じゃあ実際に書いてみたいと思います。まず右上の服、反復の服ですね。資料にもありますけど、行人弁の文字ですよね。本当にただの一本で大丈夫です。で、次、徳。これも、今月の課題の一文字なんですけれども、行人弁。ただの一本線ですね。これだけなんです。本当にここまでが行人弁。で、草書の字形ってもう暗記するしかないっていう感じなので、これが行人弁になるのどうやってとか、なんでこう原型とどめてないじゃんとかって思うんですけど、考えてもキリがないので諦めてください。暗記するしかありません。で、そこに対してなんか私も考えたことあるんですけど、答えが出なかったので、アルファベットを覚えるような感覚で覚えていくっていうのが一番いいのかなって思ってます。で、次、従うっていう文字なんですけど、はい、これ従うっていう文字なんですけど、カタカナのレみたいに思いっきり抽出引き上げてますよね。これは次の線に向かうための気脈が発生しただけなので、実際にはいらない線なんですけど、このように書かれているパターンもあります。従うですね。で、次、信じる。人弁。これももう行人弁と変わらないんです。一緒、書き方は。ただの一本線。こんな感じで、行人弁と人弁の書き方についてはもう暗記できましたね。ただの一本線なんだっていうことで覚えていただければと思います。で、ここで注意点なのが、例えば、ね、侍と松みたいに同じ作り、どっちも寺ですよ。で、人弁と行人弁って区別しなければいけない文字では、人弁まっすぐでいいんだったら、で、寺の右側ってこうやって書くんですけど、これが侍ですよ。で、これも行人弁まっすぐでいいんだよね。まっすぐにしました。字一緒になっちゃうじゃん。っていうことが起きてきますね。で、これって良くないんです。やっぱり、ここは区別しないといけないので、大義士のすごいところは、こういう風にごっちゃになっちゃうところでは、人弁は人弁としてちゃんと書いて、右側だけを草書にする。行人弁は一本化しないで、行人弁もちゃんと2本書いて、右側だけ草書にするっていう風に対応してるんです。なので、その後の作家、もう古典全部見ていただければわかりますけど、侍と松っていう字に関しては、ちゃんと区別して分かって草書を書いている人たちばっかりだっていうのが分かると思うので、皆さんもぜひここだけは注意していただいて、あとは人弁と行人弁全部混ぜちゃって大丈夫。一本化して大丈夫です。行人弁と人弁覚えましたね、今日で。
ここに小さく印刷してあるものが侍と松大岸が書いたもの。17条にはこれがなかったので他の古典から持ってきてますけれども、こうやってちゃんと区別されています。松のこの点はなくてもあってもどっちでもアクセサリーみたいなものなんで、これは打っても打たなくてもいいですよというものですね。じゃあ次いきます。似たようなこういう動きのものいっぱい集めてみましたよっていうものなんですけど、それぞれの漢字または部首当てられたらすごいと思います。これちょっと難問なので私から最初に答え言っちゃいます。まず右側、牛だと思って答えて多いと思うんですけど、これは幸せっていう字です。右側から左に引っ張ってきて、縦書いて、横。なんかよく名前とかでもゆきよさんとか、なんか幸せって入ってる名前の方結構いたりして、なんか私がこう草書で名前書いてあげたりとかすると、なんか牛っぽくて嫌だとかっておっしゃってる方が多いんですけど、でもなんかもうこれが草書なんですもんっていう。こんな感じで。これが幸せっていうパーツなんで覚えてください。幸せです。で次、これわかります？ちょっと難しいかな、これは。旋回の線。木偏に見えた方多いと思うんですけど、方っていうパーツです。実際に書いてみますね。こうして、ちょっと待ってくださいね。これちょっと謎いですね。こう来て、こう来て、こう引っ張ってる。これちょっと例外的なパターンですけど、普通法っていうのを書くときに、こういくことが多いんですけど、書き順的には。今回ちょっと17条のやつ例外っぽいですね。縦から言ってますね。縦行って、横行って、いや、こんな筆順ごめんなさい。自分で習字しておいて、今気づきました。初めてです。まあでも、大岸がやってたら全部正解になっちゃいますからね。なんかこの字崩しすぎじゃないって思っても、大岸がやってたら全部正解なんですよ。そういう世の中なんです。今。17条でこうなってるんだから、何も言えないですね。これ何かわかりますかね？陽っていう字ですよね。木偏に。これ。いや、方とほぼ一緒なんですよ。全く同じ書き方です。木偏と方の見分け方ないぐらい一緒の書き方です。こうして、こうして、こうです。まあ、木偏はだいたい皆さんこう原型とどめてるので分かる方が多いと思うんですけどね。老いてとかっていう字よく書くと思うんですけどね。書道では。やっぱ方と木偏の見分け方はないです。全部同じ書き方をします。じゃあどっちがどっちだって見分ける方法あんのかって言ったら、作りで判断するしかないです。作りを見てその字が何の字なのかを判断していく。パーツが一緒でも作りが違うから、こっちの陽の右側くっつけるんだったら木偏しかありえないよなっていう風に判断ができるっていうこと。昔の人とかもすごいですよね。全部の字知ってないと草書判断できないってことです。でこれわかりますか？今度また違いますよ。方とも木とも違います。これもだいたいわかるかな？推しの推すです。大層の推し、大岸推しとかの推しですよ。だからこれは手偏ということになりますね。こうやって書きます。手偏は今回ちょっと17条から全部持ってきてますから、他の木とか方とかと書き方違うけど、形めっちゃ似てますよね。だからここら辺で判断ができるように、手は木偏とかと形似てるけれども、こう上から下に引っ張ることはしないんだ。こう下から上に持ち上げていくんだっていうところで、形が似てても、下から持ってきてるから手偏で間違いないなっていう風に判断をしていくっていうことですね。木偏と手偏の違いはもう見分けられそうですよね。今のは手偏。上から下に来るやつで折り返すのは木偏。で、正直、方は木偏と全く同じ書き方をするので、木偏との判別方法は作りで見分けるしかないっていうことです。草書の覚え方ってこんな感じなんですよ。字形の覚え方っていうのもよく聞かれるんですけどね。草書どうやって覚えたらいいんですかって。ほんと今みたいに暗記していくしかないんです。一個一個。